今、テスラを取り巻く環境に2つの大きな変化が起きています。一つは関税の影響で部品の供給が止まり、テスラの新しいプロジェクトにブレーキがかかったという話。もう一つは自動運転 FSD がついに本格的に無人で動き出し、テスラ車が自動で納車される未来が現実味を帯びてきたという話です。これからのテスラにとって、この2つの流れは全く逆の方向を向いているようにも見えます。しかし、どちらも同じくらい重要で、投資家の方にとっても、オーナーの方にとっても判断材料になってくるのではないかなと思います。おはようございます。ケンです。今回の動画では、最新のニュースをもとに、今テスラに何が起きているのか、そしてこれから何を注目すべきなのかについて見ていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初の話題は、昨日もお伝えしましたが、テスラの部品発注停止というショッキングなニュースです。現在テスラはサイバーキャブやセマイといった次世代の車両に向けて中国からの部品供給を計画していました。ところが、米中間の関税の影響で、その発注を一時停止せざるを得なくなったという報道が出ています。こちらの情報、昨日は速報的な感じだったんですが、やはり株価の下落など影響が大きいようです。当初テスラは関税が 34% でもコストを吸収して進めようとしていたようですが、そこに新たな動きが加わりました。なんと関税が最大 145% に引き上げられる可能性があるということで、もはや吸収しきれないレベルに達し、プロジェクト全体が一時的に止まったということになります。この影響でサイバーキャブの2026年の量産やセマイのネバダ州での生産計画にも遅れが出る可能性があると見られています。テスラはこれまで自社のサプライチェーンをできるだけ最適化してきましたが、政治リスクという不確定要素にはさすがに柔軟な対応が求められそうです。中国側も報復関税を打ち出していて、モデル S やモデル X の新規注文が中国で停止されるなど、グローバル展開にもブレーキがかかっています。今後テスラが北米中心のサプライチェーンへとどうシフトしていくのか、そしてこの関税リスクがどこまで影響を広げるのか、この動きは株価や次世代モデルの投入スケジュールにも関わってくるため、引き続き注目しておくべき重要なポイントです。しかし、関税という大きな逆風を受けている一方で、テスラは未来に向けた取り組みを着実に進めています。その中でも特に注目されているのが、自動運転機能 FSD のアンスーパーバイズド監視なしの進化になります。先日、テキサス州にあるギガファクトリーで FSD のアンスーパーバイズドを活用した驚きの運用が始まっていることが報じられました。これは何かというと、映像をご覧になってもわかると思いますが、完成した車両が工場の中をドライバーなしで自動で移動しているということになります。テスラの AI チームによれば、モデル Y やサイバートラックが約2キロの複雑なルートを自律的に走行しているとのことです。歩行者や大型トラックなど、実際の道路環境に近い条件の中で運用されていて、実用化にかなり近づいていることがわかります。さらに、イーロン・マスクさんは X で2025年末にはテスラ車が自動でお客様の元に納車されるようになるとも発言しています。つまり注文したら車が勝手に家まで来る、そんな未来がもうすぐそこにあるということになります。そもそも監視なしの FSD って一体何かと思う方もいるかもしれません。FSD っていうのはフルセルフドライビングの略で完全自動運転を目指す機能です。その中でもアンスーパーバイズド監視なしっていうのはドライバーが監視をする必要がなく動くというレベルの話です。今までの FSD はしっかりとドライバーが前を見ていたりとか、そういったことをする必要があったんですけれども、それすら不要になる世界が目前に迫っています。もちろんこれには法的な制約や技術的な課題も残っていますが、テスラはこの分野で明らかに他の自動車メーカーよりも先を走っていると思います。
ロボタクシーや自動運転車が本当に始まれば、車の価値そのものが大きく変わるかもしれません。未来のテスラを語る上で、自動運転の進展は避けて通れないテーマです。オーナーとしても投資家としてもこの進化がどこまで進むのか、これを注視していきたいところとなっております。はい。では、ここまでテスラを取り巻く外部の逆風と内部の前進について見てきましたが、では実際にテスラ株投資家の人たちは今何を気にしているのでしょうか。先日テスラの2025年第一四半期の決算に向けて株主からの質問を募集しました。その中で最も多くの票を集めた質問がいくつかあります。どれもオーナーの方にも、そしてテスラ株投資の方にも関係がある重要なトピックですので、トップ3について紹介していきたいと思います。まず1番目ですけれども、FSD のアンスーパーバイズド、つまり監視なしの FSD がいつになったら個人所有の車でも使えるようになるのかという質問です。これはまさに先ほどお話しした自動運転に関する話題です。現在は一部のテスト環境や工場の敷地内での運用が進んでいますが、私たち一般ユーザーが使えるようになるタイミングはまだ明らかではありません。この質問には非常に多くの関心が集まっています。そして2つ目なんですけれども、テスラは今年中により手頃な価格のモデルを出す予定があると以前言っていましたけれども、これが実際にはどうなっているのか、噂のモデル9やいくつかの新車種という発言もあったので、新型車両がいつ発売になってくるのか、これが非常に気になるところとなっております。そして3つ目ですけれども、関税や政治的なリスクに対してテスラはどう柔軟に対応していくのかです。これはまさに今回のサイバーキャブやセマイの部品発注停止の件にも直結する質問です。米中の関係が不安定な中、グローバルに展開しているテスラにとって政治リスクっていうのは無視できない存在です。これらの質問は投資家のリアルな関心がどこにあるのかを示していると思います。未来への期待と同時に本当に大丈夫なのかという慎重な目線も強まっていることがわかります。4月22日に予定されている決算発表でイーロン・マスクさんがこれらの質問にどう答えていくのか、その内容によってはテスラの今後の評価が大きく変わる可能性もあります。テスラ株に投資されている皆さんにとっても非常に重要な発表になるのは間違いなさそうです。はい。では、ここまでお話ししてきたように、テスラは今大きな転換点に立たされています。一方では、関税という外的リスクがビジネスに直接影響を与え始めています。そしてもう一方では、FSD やロボタクシーといった未来を切り開く技術が現実のものとして動き出そうとしています。これらの動きを見ていると、テスラという企業の面白さが改めて浮き彫りになるんではないでしょうか。それは同時に進む攻めと守り、この両方のバランスをテスラが今後どう取っていくのかという点になるかなと思いますけれども、皆さんどうでしょうか。では最後にまとめとしまして、オーナーの方やテスラ株投資をしている方にとって、今何を見ていけばいいのか、今後注目すべきポイントは大きく3つあります。一つ目は関税問題の行方です。特にサイバーキャブやセマイといった次世代モデルに影響が出ている中で、テスラがどのようにサプライチェーンを組み替えていくのか、これは短期的な納引きだけではなく、長期的な利益構造にも影響を与えるため、見逃すことはできません。そして二つ目は FSD のアンスーパーバイズドの一般提供がいつになるのか。テスラ社が完全に無人で動き出す未来はまさに自動車の概念を変える出来事です。これが広く広まればオーナーの方にとっての利便性はもちろんビジネスモデルにも大きな変化をもたらしていくと思います。そして3つ目ですけれども4月22日の Q1 の決算でイーロン・マスクさんが何を語るのか、投資家の方から寄せられた質問に対してどう答えていくのか、その中には今後の FSD 価格戦略、関税対応、そして新車種など
重要なヒントが詰まっていると思いますので、何を語っていくのか、これが来週ですけれども、非常に重要なポイントになってきていると思います。これからのテスラは、まだまだ読めない部分も多いですが、だからこそ注目に値すると思います。今後も一緒にテスラの動きを追っていきましょう。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきたいと思います。昨日テスラの株価は大きく下げましたが、本日はあまり動いていなくて、241ドル台となっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日からなんですけれども、パワーウォールの運用を始めております。昨日の朝の時点でパワーウォールの残量が 20% でしたが、お昼過ぎには 100% の蓄電が完了です。その後にテスラを充電させようかなと思ったんですけれども、妻が買い物で出かけていたので売電することにしました。夕方の6時頃に太陽光の発電が終わって、そこからはパワーウォールの電気で生活開始。朝の2時半に起きた時には残量が 54% だったので、このまま朝までパワーウォールの電気で生活ができるんじゃないかなと思います。今はやはり気候がかなりいいので、昨日はほぼ電気を買わずに生活をすることができました。今日も天気が良さそうなので、パワーウォールに電気を貯めて 100% になったらテスラの充電に電気を回そうかなと思います。パワーウォールの運用などは X でも情報発信していますので、ぜひ X の方のフォローもよろしくお願いいたします。また、N 型の太陽光のお問い合わせも昨日からいただいております。興味がある方は概要欄の方からお問い合わせの方をしてみてください。まだたった1日しか運用していませんが、もしこれから家を建てるなら、N 型太陽光にパワーウォールが2台あればかなりいいかなと思っています。今の時期は1台でいいですが、夏になるとやはり2台あった方が無難な気がします。また夏などを経験したらわかると思いますので、引き続き情報発信をしていきたいなと思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。